私は家族が将棋を知らないので、てかやらないので、クラシックギターを習っていて、それで小学生の頃ですね。で、ギターの先生が僕を教室の後に将棋のクラブに連れてってもらって、それがきっかけですね。はい。小学生のうちにそういうことでずっと通い始めて、それがもううちの今結果的に先生の道場だったんですけど、自然ともう将棋のプロがあることを知ったので、自然ともうなるもんだと、もうなりたいと思ったし、なるもんだと思っていたので迷いがなく、自然とその道に、はい、入るようになりました。はい。父も母もサラリーマンっていうかね、勤め人だったんですけど、好きなことを、私一人息子なんですけど、好きなことをやっていいというふうに言われてましたし、また小学生の時にいつも将棋クラブ行って帰りがもう夜10時11時なんですよ、小学生の頃から。ですからあんまり家族で食事したこともなかったので、甘やかされたんですけど、好きなことはもう勝手に前やりなさいって、非常にありがたい環境だったですね。はい、反対なかったです。はい。男子校の国語の先生をやっていたと思います。教師になるの結構嫌じゃなかったですし、国語が好きだったので、日本語がですね、だからあのまあ、結構男子校の雰囲気好きなので、今の、ね、日本の学校の先生大変ですけど、昔はやっぱり、棋士がダメだったらサラリーマンの道は選んでなかったと思いますね。教師になっていたんじゃないかと思います。なれれば。はい。いや、なかなかそうですね、まあ、僕は必ずしもプロ棋士が将棋の指導がうまいとは思ってないんですよね。割と今回いらっしゃってるアマチュアの方の中にも、例えばこの天童にもプロ棋士以上に教え方のうまい方ってやっぱりいっぱいいらっしゃるんで、そういう意味ではあれなんですけど、ただやっぱりえーうんいろんななんていうんですかね、指導の方法というかですね、自分の持ち味でやっぱり自分の強みを生かして指導であるとか将棋の認知であるとかを広めていくのが大事かなと思っているんで、今回このような機会があって本当に嬉しく思ってますし、実際どうしてもプロ棋士があると、これは誰でもなんですけど、つい難しくなりがちなので、優しく教えるということがすごく大切なことだなと常々思っています。はい。そうですね、やはり、子供の頃は兄弟子の中原先生、16世名人ですかね、ただプロに入ってからは結構っていうかプロの修行し始めてからはいろんな先生ね、やっぱり名前は知られてなくてもやっぱり見習うべき姿勢がいっぱいある先生が多くて、本当にいっぱい先輩では多いですね。はい、誰が個人的にはどうこうというよりも尊敬すべき人が多いと思います。そうですね、基本的には何て言うんですかね、自分の心模様がすぐ出るので、やはりどんなになんて言うんでしょうか、相手に勝とうと思っても相手の方がよりいい出来だっていうことはありますし、大体自分がベストを尽くしたから負けたっていう機会をもう尽くしきって負けたという機会は意外に少なくて、やっぱり自分のミスっていうのがやっぱりで負けていますから、あまりなんていうんですかね、相手のどうこうよりもやはり自分が部分が自分がどうつまり望んだかが大きいんじゃないかと思ってます。はい、それは対局中でもその対局を離れた時間でも。はい。い
やはり引きずる時はやっぱり結構なんていうんですかね、最近はようやくそれほどでもなくなったんですけど、やっぱり次の対局まで引きずってしまうこともありますね。だからなかなか気分転換って言ってもやはり結局のところやはり将棋は次の将棋に勝たないとなかなかやはりそう簡単に忘れられるもんじゃないので、まあ、いかに気持ちの切り替えがですねやっぱり大事かなっていうのは痛感します。まあ、結構そういう意味ではやっぱり若い時は下手でした。はいはい。まあ、まずその勝ちたいという意欲をすごく高めることが大事かなと思ってます。というのはやっぱりどうしてもプロ棋士の衰えっていうのは体力とかその将棋の力ではなくてモチベーションから衰えてくるので、やっぱり後輩とか自分より年下の人を相手にした時にあのいかに積極的にいけるかというかやっぱり一回り下とか二回り下の、若手ですねそういった後輩はやっぱり叩くつもりでやらないとやはり気力の点で負けてしまうのでやっぱりまず勝ちたい気持ちを奮い立たせることが一番大事かなと思ってます。はい。たまにですね実践がどうしても足りない時とかは、たまにやりますけどあんまりただなんて言うんだろう一局負けたりすると結構ね結構熱くなっちゃうので、はい、あまり曲数は指さないです。はい。やはり囲碁の方ではねやっぱり当然あるわけいらっしゃるわけですし、まあ、将棋の方はまだ環境が整ってないのでまだでしょうけどもあの当然考えられることだと思いますし、またやはりなんていうんですかねそういったやはり海外の方がねやっぱりどんどんレベル上がってくることにつれて最初は普及ということがだんだんなんていうんですかね手強い存在になってくるってこと自体が非常に活性化していいんじゃないでしょうか。はい。だからプロ棋士はまだ先のことかもしれませんけどもかなりでも今回の大会を見てねまた皆さんしっかりされた将棋を指されているんですごく心強く思いました。ややはりまず組織としてですね将棋界の方が圧倒的に小さいということもありますしやはり日本の囲碁の世界と違ってトーナメントプロとレッスンプロが割とはっきり分かれてないんですね。ですからやっぱり対局がですねやっぱりみんな重しになっているのでなかなか例えば海外に腰を据えて普及とか大体日本でも地方に腰を据えて普及ってことが難しいのでどうしてもなんていうんですかね、対局をやりながらということなので、どうしても普及が遅れてしまっているのかなっていう気はしますね。はい。やっぱり減ると思います。っていうのは、ただ対局中に結構食べる人も多いので、あの食べることが楽しみっていう風にして食べる人と食べない人がいますけども、やはり対局は基本的にはプロ棋士はみんな実は頭の程度はそんな変わらないので、やっぱり体力が非常に重要なので、体力がないと最後根気も出てこないしやっぱり集中力も変えてきますから、まずトップにいる人たちは抜群の強靭な体力の持ち主だと思いますね。だから体重はやっぱり減りますねきっとね。はい。そうですね、日本人に一番多い A 型は少ないと聞いたことあります。やっぱり B 型とか O 型が結構やっぱり、羽生さんは AB ですけど、割と将棋の棋士だとねマイペースな方が多いのでどうしても A が少なくなるのかなって気がしますね。多少はやっぱり相関関係あるんじゃないでしょうかね。
そうですね、やっぱり若い頃はストレート一本でね、結構最新形を追い求めていたんですけど、やはりなんていうんですかね、チェスでもやっぱり世界チャンピオンのチェスを見ると、やはり非常に積極的な手を常に指していかないと、やっぱり少しずつ後退していくって言いますかね、トップを保てなくなるっていう聞いたことがあるので、できるだけ本当に流行ってわけじゃないんですけど、最先端についていくのは厳しいところあるんですけど、自分のその得意なところに引きずることも大事だし、やっぱり最先端の勉強も怠ってはいけないのかなっていう、それが非常に迷いつつやってるところですね。そうですね、仕事にはなったんですけど、でもやっぱり仕事といっても子供の頃からやってることなので、やっぱり全てではない、人生の全てではないんですけど、でも代わりが利かないもので、亡くなってしまったらあまりなんていうのかな、何を支えに生きていっているのかわからないような、そういう感じです。はい。